なぜビジョンを持つと叶うのが早くなるのでしょうか。それは今ここに過去を持ち込まないからなんです。皆さんこんにちは。ビジョン心理学トレーナーの大和美奈です。ビジネスに聞くビジョン心理学。今日はですね、シンガポールからお届けしています。ご覧になれますか？シンガポールの街並みと、ここはですね、シンガポールの大好きなホテルなんですね。シャングリラホテルです。シャングリラの24階のホライゾンクラブというところで撮影させていただいています。こちらは朝、昼、おやつ、それからディナーの後もですね、いろいろサービスを提供してくださっていて、ゆったりと過ごすことができます。私は多い時は年に3回ほどシンガポールに来るんですけれども、もう独身の頃から来ているんですね。栗原ひろみさんのセミナーにご一緒したのが始まりで、たくさん親友がいるんですけれども、私がまだ独身、彼女たちも彼らも独身でした。で、ビジョン心理学っていうのは世界中で教えられているんですが、特にこのシンガポールというのはミラクルが起きるのが早い国なんです。国自身も非常にスピード感があるんですけれども、人々もとても優しくて、かつやはり豊かな国ですからね、経済がすごく発展している国なので、政治としてもすごく政策がユニークで、なおかつ各国からたくさんの優秀な人たちを招き入れるような、そういうミックスカルチャーな多様性に満ちた国です。で、今日ここでお話ししたいのはビジョンについてなんですね。今年はシンガポールが建国60周年ということで、そこここで非常に大きなイベントが行われるんですけれども、実際は来週の土曜日ということで1週間後です。で、リハーサルがね、いろんなところで行われていて、先日も花火が上がっていたりしました。そしてですね、私がいつも滞在させていただくリリーさんとタオさんという、豪邸に住んでおられる、成功して幸せなビジョナリーファミリーを持っておられる方々がいらっしゃるんですけれども、その方々のお宅のそばにボタニカルガーデンがあるんです。そこはですね、100年前にビジョンの植物園を作るということで植栽された場所なんですけれども、とても広大な土地にたくさんの植物が植えられています。そしてそこではその100年後、国民がここでくつろいでスポーツをしたり、ゆっくりしたり、ビジネスの帰りにゆっくりとお散歩したりできるように、また子どもたちとのんびりと過ごせるようにということで、24時間どんな夜中でも女性一人でお散歩をしていても安全だという、そういう植物園があるんです。中にはですね、こちらにあるように美しい蘭というのが世界遺産で見られる美しい植物園がドームの中にありますね。非常にここはやはりビジョンということが明確なところです。私たちがビジョンということを明確に描いたときに、それは叶うスピードがとても速くなります。私たちは今ここというところをいつも連続して生きているわけですけれども、なぜビジョンを持つと叶うのが速くなるのでしょうか。それは今ここに過去を持ち込まないからなんです。通常私たちは過去にあんなことがあった、こんなことをされたという恨みやつらみというものがまだ未完了なために、それが私たちのビジョンを実際に叶えていくということを遅くさせてしまうんですね。つまり足を引っ張っているのは私たちのハートなんです。マインドなんです。そしてこのビジョナリーの国、シンガポールではみんながたくさんのビジョンを思い描き、そしてそれを共有するということによって実際に叶えていく。そういうことが早く起きています。もちろん問題がないわけではないと思いますけれども、非常にオープンで、コロナの時も決断がいろいろ早かったんですね。そして情報を開示するということが政治的にも早い国でした。皆さんは今どんなビジョンを持っておられますか？ビジョンをセットすると、そこに目標が生まれますよね。そして今ここでは、目的、何のために私たちがここにいるのか、存在しているのかという理由が今ここにあるんです。そしてそのビジョンに向けていついつまでに何々を達成する、いついつまでにどんな風に生きていくという具体的な目標ができます。実は私はこの目標を設定するということがなかなか苦手なんですね。何かこの男性性ばっかりでどんどん自分にプレッシャーをかけて、どんどん自分に厳しくなっていってしまって、いつの間にか何のためにこれをやっているのかが分からなくなってしまうんです。つまりビジョンという方向性を失い、何のためにそれをやっているのかという目的に戻れなくなり、そして
ただ外側にある、数値目標であったり、期限の目標であったり、その目標を愛さなくなって自分がビジョンに向かうということを時々怠けてしまうことがあります。しかしそれはその過去から来ているこの失敗への恐れ、はたまた成功への恐れっていうことがあるんだなっていうことが今回セミナーの中で非常によく分かった瞬間がありました。かつて自分が非常にラッキーだった時にとても嫉妬されてしまったり、足を引っ張らせてしまったり、それを理由に自分がそのままリーダーシップを取らない、自己表現をしないという部分が自分にあったなと思ったんです。そのことがあるためにうまくできなくなったらどうしようと思って、まず目標自身をセットすること、そのことから尻込みしてしまうようになりました。しかし今回ビジョンを設定した時に、もう一度頑張ってみよう、そしてもう一度自分自身を与えてみよう、それは一人ではできないけれどもチームだったらできるんだということをセミナーの中でとても深く受け取ったんです。そしてそのビジョンを達成していくためには必ずパートナーが必要です。私たちがそのパートナーシップを組むときに対等さっていうことをビジョン心理学では大事にしていますけれども、それは2人の関係の中に水平的な関係に私たちが何を与え合うか、何を受け取り合うかということなんです。そしてシンガポールはミラクルを受け取るのが早い国だと冒頭に申し上げましたが、シンガポールはとてもフレンドシップが強いところなんです。その対等な関係性の中にお互いに何を持っていて何ができるのかということをいつも与え合う、そして受け取り合う、そして愛し合うということが非常に土台としてよくできている、そういうコミュニティのように思います。今日皆さんはどんなビジョンを持ちますか？そしてそのビジョンを達成するためにあなたはどんな目標を持ち、そしてそのビジョンを達成するためにはあなたは何のためにそれをやりたいのか、もう一度それを見てみてください。私はやはり世界の平和のために、豊かさのために、ビジネスにハートとスピリットを取り戻してたくさんの世界の人たちに貢献したいと思います。そのためにもうちょっと英語を頑張らなくっちゃなという体験もしました。またここで英語をもう一度やり直そうという、目標を持ちながら、そして幸せになる、そういう習慣を毎日続けていきたいと思います。シンガポールから美しい豊かさ、そして幸せをお届けした今日はビジネスに聞くビジョン心理学、大和美奈でした。それではまた。バイバイ。